こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は皆さんに水石2つの飾り、この石が床飾りになるまでのしつらえの準備をご紹介したいと思います。この2石はアメリカ・サンフランシスコにお住まいの秀子メタクサスさんのお持ち物です。90歳を超えてなお日本文化のアメリカへの普及を尽くされている老婦人。私にとっては40歳の頃、初めて水石のアメリカ公演を始まった時に通訳を買って出てくれた講師ともに恩人です。私のアメリカの母と言っても過言のない方です。ご主人のトニー・メタクサスさんと共に戦後苦労の末、ご自分が文化活動をするまでに人生を送られた方です。今でもなおこのように東京都美術館で来年開催される日本水石名品展に出品されるという意欲をお持ちです。どの石を最後選ばれるか、それは秀子さんが決めてくださいますが、一つどのような飾りが良いか、今日は皆さんと共にその進行をお伝えしたいと思います。お楽しみください。連綿と山々が連なる世界、その裾野は広く、まさに大陸の中で仏教を求めて玄奘三蔵が旅をしたシルクロードを思わせるほどの雄大な景色が浮かぶ石。この石は四国に産する抹鉱石です。これだけの大きな景色、それに合わせた飾りを試みたいものです。マグロ石、連なる山々の奥行きと遠大さはまさに日本の山姿を描き出しています。手前に広がるわずかに残る虎目の部分が、その山裾に広がる平和な平地の世界を感じさせている穏やかで気品のある石です。どこか日本の山里の風景、そのようなものが描けるかなと、ここから作ってみます。水石の石飾りを作る時の道具合わせ、もちろん卓、掛け軸、そして時には横に典型を置く場合があります。一番大切なのはその展示会場というものに合わせたものです。都美術館で行われる展示は床の間風の仕切りがある中で行われます。ちょうど日本の座敷に座って見る高さ、それをきちんとまず理解した上で作り上げます。2点とも山形の石です。山というものは本来仰ぎ見るもの。よほど特殊なものでない限りは、目線の高さに山の稜線が出ることが大切です。穏やかな中でもありますが、それでも豪快な山ではありません。繊細な部分を持っている石は、卓を使うときにあまり力のあるものではなく、静かで線の細いもので石を際立たせてみたいと思います。天灰の三木入りの中卓です。卓を合わせるとき大切なのは、必ず卓の中に四角の線で囲っている部分、四方山と言いますが、これがある場合はきちんと石がその中に入っていることが大切です。ごつくなく、それでいて細すぎず、今回はこの卓で石を高めに合わせてみました。まずはこのように石と卓、基本であるこの2点を決めて、
さあここから床の間飾りをやるのに掛け軸の合わせです。遠くに見える山、そこに浮かぶもの、さまざまなものがあります。今回は小ぶりな掛け物を使ってみようと思います。小さな掛け軸の中に浮かぶのは、画面の左に浮かぶ月、そしてそこに降りてくる雁が1羽。秋の景色になりますが、このような遠くに見える山々を越えて雁は旅をしながら訪れてきます。小さな掛け軸ですので、この石の向こうに見えるというと同時に、この石の向こうにあるだろうという世界を心の中で感じ取れる。それがこういう小ぶりな軸の良さです。大きな掛け軸を使うと、ここと空気が一緒になってしまいます。景色が一緒なんですね。小ぶりで途中で止まっている軸ですと、ここにあるだろう後ろの景色を思い浮かべたものが飾れるという良さがあります。この掛け物は私と10年いろいろ研究をして苦労してたどり着いた若き画家石川清舟さんが苦労して作って、それを表具師に掛け軸としての表具を立ててもらったものです。古き良きものもありますが、水石や盆栽のために描いたというものはごくわずかしかありません。その中で合わせることの難しさ、探す難しさもあります。これからの時代はこのように次の時代のために、盆栽水石のために作られた掛け物、このようなものも残し見出し、皆様にご紹介したいと思っています。さて、それでは石、卓、掛け物と揃ったところで典型使いというものをしてみたいと思います。ここで誤解がないように伝えたいことがあります。本来はこれだけでも立派に完成しています。石の中身をよく感じ取り、掛け物で季節や風景をさらに足す。これで十分なんですが、どうしてもこの流れの右が空いていると、なんとなく落ち着かないという方も多いです。ただ、典型というのは難しいもので、無理に置いたものが合っていないと、せっかくの石の精神性や美を消してしまいます。その点を注意しなければなりません。一つ勉強の例を置いてみましょう。今ここに置いたのは、中国の唐の時代、今から1300年以上前にあった世界です。山々を旅して、詩人がロバに乗って詩を作る、そのような世界観をここに描きましたが、これでも立派な席に見えると思いますが、一つだけ厳しく言うと問題があります。まず、ロバと人物、そして掛け物の狩り。要は、命あるものの動きのあるものが重なっているんです。掛け軸に鳥が飛んだとき、できればこちらの典型は静かな声なきものの方のが石を際立たせてくれます。それとどちらかというと、この山形の石を大きく見るときに少し典型が大きいかもしれません。添えに使うものというものは、なるべく小ぶりである方が石を雄大なものに見せます。これを直してみましょう。ここにあるのは多宝塔、つまり仏教でいう仏を祀るものです。やや小ぶりなこれを置くことで、玄奘三蔵が歩いた道のりをどこかで思わせる
連携した部分があります。また大きさも小さく、石を雄大に見せる。そして無気なるものと命あるもの、それが山々を響き合わせます。こちらの飾りの方が石の精神性と風景を大きくするかもしれません。さて、それではもう一つのこの石、もう遠山石としてのこの姿は胸のすく思いがします。裾まで伸びた全体に穏やかな石、このような石の場合はこの卓もどちらかというとシンプルで飾りのない、それでいてやや腰高のもの、それを探したいものです。こんなものを合わせてみました。いかがでしょうか。高玉卓、高座卓とも言いますが、ここだけでつないだ静かな卓、このシンプルさ、そしてこの肉の厚さのバランス、これが石を助けてくれます。先ほどの食と違って四方山がありません。面が落ちていますので、静かに広がって石を助けています。このような感じでまず卓合わせをしたいと思います。さて、そこに合わせたのは小ぶりな掛け物の表層の中にわずかに浮かぶ小さめの月。静かなこの絵は約100年前に日本画家が描いたものです。周りの表具仕立てからしても多分お茶人があつらえて描いたものでしょう。静けさを大切にするように落款も半のみでおとなしくしています。穏やかな山姿の遥か空高くに浮かぶ中天の月、小さくありながら気品よく優しく輝く、そのような世界をこの石に求めたいと思って合わせてみました。日本には静謐という言葉があります。静かで、それでいて音がない、耳に聞こえそうな響きがある。まさにこの石、掛け物は余韻すら感じるその響きを感じます。これで十分と言える引き算の美がありますが、もし隣に典型を置くならばということで、ちょっと試してみましょう。焼き物でできた屋根が3つ重なった農家の家、京都清水焼の名人清水六兵衛の作です。作品としては素晴らしいものとして、柿の盆栽や秋姿などにはうってつけのものです。ただよくご覧ください。皆さん、目がどちらに行くでしょうか。典型というのは主人公を助けるもので、主人公とぶつかり合うものではありません。この六兵衛は少しこの席には存在感が強すぎるかもしれません。変えてみましょう。小さな銅製の50の塔になりました。ここにある世界は京都や奈良、日本の1000年の歴史の中にある山々の風景と見ています。上に浮かぶ月、その遥か向こうには1000年の歴史を持つ寺社仏閣もあるだろう。小さくすることでこの山が大変大きく見えます。中天の月も画面の中で小さくいることで景色全体が静かに広がっていきます。もし典型を置くならこのような使いはいかがでしょうか。二隻の水石が道具でそこに浮かぶ風景や景色、または感じ取る世界をさらに深いものへとしてみました。いかがだったでしょうか。皆さんはどちらの席がお好きですかね。一番はこれを
来年の東京都美術館に秀子さんがどちらを飾るか、それを選んでいただけなければなりません。どちらも下手くそだと言われたら、ちょっと私も悩みが深くなります。ぜひこのように一つの石が広がる世界を作るもの、これを皆さんも細かな道具、卓、その合わせを重ねていくことで深い楽しみを覚えてくださればと思います。ここで一つ追加でお伝えします。大在石というものは、そこにある石というよりも、そこにある景色を心の中で広げるものです。水盤石との大きな違いは、水盤石はそこに実景があると思ってください。よく展示会で草物を使う場合もあります。これも緑があってとても美しいものですが、水盤石に草物は自然な風景の流れの中で、石の姿にあった場所にある草ならばよく合います。ただ大在石の場合は、さらに大きな宇宙を描いている場合があるので、草物の使い方はとても難しい部分があります。皆さんもその吟味と研究をしてくださるとありがたいです。わびチャンネルはこのようにちょっと凝ったもの、そして誰もが知りたい基本のベーシックな動き、多くのアーカイブで楽しんでいただけると思います。ぜひチャンネル登録をなさって楽しんでいただけると思います。本日もご視聴ありがとうございました。